ジオです。今時、コロナにかかっちゃって動画編集がなかなかできませんでした。なお、オープニングをニュース番組風にしてみましたが、特に意味はありません。すいません。よろしくお願いします。ところで、今、近鉄電車の石切駅に来ています。昔は正月には毎年、この近くにある石切神社に初詣していたのです。昔はかなり変な参道という感じだったので、今回はそれを思い出しながら神社まで行ってみたいと思います。このお店はかなり昔からありますね。お食事、カラオケコーヒー、お好み焼き、カレー、とんかつ、居酒屋、たこ焼き、餃子、なんとも清掃なくいろんなメニューが書いてあります。こういうカオスな状態こそ、この石切という場所をよく表していると思います。なんと、いつの間にか民泊まで始めたのですね。恐ろしや、回路集。では、早速石切神社の参道を進んでいきたいと思います。行くぞ。ところで、石切には全く何の関係もありませんが、Amazon で偶然、恐ろしい漫画を見つけちゃいました。1970年代前半に少女フレンドや仲良しに掲載されてたようです。とにかく、救いが全くなく、読むとトラウマになってしまいそうな恐ろしい漫画です。もし読んだ人がいたら、コメント欄で感想を教えてくださいね。この参道、基本的に下っていく感じなのですが、帰りが大変なのですよね。行きはゆいゆい、帰りは怖いです。というかやばいです。帰りはほとんど登山みたいになるので、登りたくないって人は、新石切駅から帰るのがおすすめです。このポロアパートですが、昔はよくわからない霊感屋さんがあったのです。この霊感は2階へというのが、すごいインパクトで、記憶からなかなか消えません。もう霊感のお店はなくなったようですね。しかし、霊感ってなんだろう？こういう看板可愛くていいですね。でも、特に左の女の子、ちょっとやばいことになってる気は。横に黒い謎の影もあるし。歓迎、ようこそ石切への運の点が問えて、ようこそ石切へになってます。出ました。メトロ施設には必ずある赤ポスト。ここでは現役で使用されています。この高架下、なんかエモいですね。柘植義治先生の漫画に出てきそう。また、ようこそ石切さんへ看板がありますね。ちょっとしつこいんちゃうんかと。さて、ここを越えるとどんどん坂を下がっていきますよ。この辺りに住む人は大変でしょうね。かなりの急勾配なので、下りはいいとして上りは大変。電動アシスト自転車でもないと辛そうです。坂道の街というと、尾道や神戸や長崎が有名ですが、さっぱり有名でないのも石切らしいです。この雑貨屋さんもかなり古くからありますが、まだ営業中ってすごいですね。雑貨協会の生きてる化石、シーラカンスという感じです。わら草履が売ってますが、石切神社のお参りで使う人いるのかな？しかし、表記がわら草履って、フランス語か何かかよ？品揃えもなんともすごいですね。せっかくなので何か買おうと思ったのですが、私には必要なものが何もないです。この辺りはすっきりしてますね。昔はいろいろあった気がしますが。うなぎのお店ですね。店頭で売ってるのがキクラゲ、ひじき、銀杏、昆布。普通、うなぎの店なら店頭でもうなぎ売ると思うんだけど、なぜなんだ？この辺りは不思議なお店が多いですね。ここはタオルのお店でしょうか？洋服も売ってるようですが、タオル一押しですね。さて、石切名物の一つがもうすぐ現れますよ。出ました。これが石切名物の石切大仏です。逆光で顔が全然見えないところも石切っぽいですね。どうも日本で3番目というのがご自慢のようですが、ネットで大仏ランキング探しても石切大仏ってほぼ出てこないんですよね。何をもって3番目なのか、それも石切の謎の一つです。私の予想では、多分、奈良の大仏と鎌倉の大仏しか知らなかった人が3番目って言ったのではないかと。昔はネットで調べることもなかったので、
それで通した説は有力なのではないかと。誰か3番目の真実を知ってる方がいたら教えてくださいね。そして大仏から少し下った交差点にまた利尻名物があるのです。この豆屋も名物なのですが、こっちの建物です。ニュートンの万有引力の法則を無視したような物理法則に挑戦的な設計の建物です。ここはテラス石切りといってレストランが入っている建物なのですが、上の階の下がないとこで食事するのはスリルがあって楽しそうですね。テラスというのは上の方ではなくその下の部分のようですが、休憩を推奨する案内が目立ちます。こっちにも書いてますね。テラスはこの部分なのですが、上に例の部分があるという、これもスリルを味わえます。建築鑑定で興味のある方は、ぜひ一度は行ってみてくださいね。そしてテラス石切りを少し下った場所に、今は亡き耳鳴りの神社と高木役坊がありました。こんな感じのお店で、ショーウィンドウの中が怖かったのです。こんな恐ろしい絵が飾ってあって、子供なら確実にトラウマになります。ここは空き地ですが、多分この辺りに高木役坊があり、その横に耳鳴りの神社がありました。今はもう跡形もなくなってますが、かつては石切り名物の一つでした。この高木役坊については、大和隆さんの人生解読後場の地獄人の巻という章に詳しく書かれています。山王もかなり来たと思ったのですが、ここの地図を見るとまだまだ序盤のようです。ちょっと気になるお店発見です。石切り名物披露セットは何なのか。どうもガンマ炊きのようですが、銀杏、椎茸、人参など入っているようです。ちょっとお腹も空いたので食べてみたいと思います。これが石切り披露セ、ヘルシーで美味しそう。ついでに厚揚げももらいました。このカフェテラスで食べろとのことでした。では披露セ、いただきます。中にしっかり銀杏やゆり根などが入っていて、普通のガンモドキより満足度は高いです。厚揚げも熱々で美味しそうです。表面がカリッとしていて厚めで美味しいです。人気店みたいですね。石切りではスイーツの代わりにこれが定番です。ここではガトーショコラとかに合いません。ここは石切り不動明神。こういうのがいろいろ密集してます。そして急な坂は続きます。さて、この辺りからは怪しい占いゾーンに突入です。ここから占いのお店の密集度がえれいことになっております。お店の張り紙見ると、なぜかデヴィ夫人。しかも半年以上も前の日付のチラシ。こっちも占いのお店です。またもやデヴィ夫人の写真。デヴィ夫人と石切りの関係には深いものがありそうです。これは何の店なんでしょうか。どうも大黒様を祀っているようですが、神社でもなさそうだし、詳細は不明です。この辺りも占いのお店ばっかりです。とにかく占いだらけの通りです。そんなに占いの需要があるのか。これは恵比寿義和さんが描いたみたいな顔ですね。もう占いばっかり、ずっと占いストリート、占いでお腹いっぱいです。もうどんどん行っちゃいましょう。この薬局も利尻名物です。
すごく古くからある森田薬房ってお店です。このだるまの生っていうのが意味不明ですが、インパクトがありますね。この辺りで薬といえば漢方薬です。現代の薬はほとんど見当たりません。この辺りからはお食事ストリート。美味しそうなものがたくさんあります。この辺りがいかにも石切りっぽいお店って感じですね。湯気を立てておこわとかお餅とか売ってます。もはや何屋さんなのかわかりませんが、健康に良さそうな食品のお店です。だんだん紹介するのが面倒くさくなってきたので、5倍速で飛ばします。よろしくお願いします。この辺りからお食事どころも多くなります。大体はおでんとうどんの店です。ここはよもぎうどんのお店ですね。よもぎを練り込んだ緑のうどんです。緑のたぬきは関係ないです。この辺りもなかなか興味深いお店が多いのですが、最初の方で時間取りすぎました。完全に時間配分失敗です。学校の歴史の授業で3学期になって現代史をほとんどスルーされたような状態です。これどうも何かの製造マシンらしいのですが、謎です。知ってる方いたら教えてください。さあ、ゴールはもうすぐです。お店も多くなってきましたが、全部スルーします。興味ある人はぜひ現地に来て、じっくり堪能したらよろしくお願いします。この辺りには怪しい雰囲気の漢方薬のお店があったのですが、石切からは撤退したのでしょうか。まだ京都に何店舗かあるようです。赤マムシとか売ってました。一説には石切大仏を作ったお店だそうです。今はこんなおしゃれなお店ができたのですね。エッグタルトとか売ってて完全に場違いな気がしますが、どうなってんねん。一応お百度カフェを名乗って石切神社に寄せてはいるけど、違和感だらけです。なんで石切でチョコブラウニーやねん。そこはみたらし団子やろ。こっちの方が石切神社って場所にはしっくりきますね。わかってらっしゃる。さて、ついにゴール、石切神社に到着です。この神社の名物はお百度なので、たくさんの人がぐるぐる回ってます。今回は地元以外には知られざるディープな石切神社の参道でした。私も今日はお百度回ってから帰ろうと思います。最後まで見てくれてありがとう。ではまたね。